皆さんこんにちは。フルスタックチャンネルです。今回は Next.js と Django REST フレームワークを使用して認証システムを構築していきます。最新バージョンの Next.js14 と Django Go を使用していきます。これまでに Next.js と Django を使用してプロジェクトを構築した経験がある方にとっても新しい発見になると思います。最新バージョンではパフォーマンスの向上、セキュリティの強化、より良い開発体験など多くの進化があります。これらを実際に体験し、最新技術の可能性をフルに活用する方法を学びましょう。認証システムでは、ログイン、サインアップ、パスワード再設定、プロフィール表示、プロフィール編集、パスワード変更機能を実装していきます。後編では、これらの技術を活用してブログシステムを構築していきます。Next.js と Django REST フレームワークを使用した認証システムに興味がある方は、ぜひ参考にしてください。それでは、始めていきましょう。Django から開発をしていきます。バックエンドフォルダを作成します。cd コマンドでバックエンドフォルダに移動します。gitignore ファイルを作成します。記述されたファイルは Git 管理下から除外されてコミットされなくなります。myVM という名前で仮想環境を構築します。仮想環境に入ります。ターミナルを再起動した時など、必ず仮想環境に入ってください。仮想環境に入ると、ターミナルに myVM という印がつきます。Mac と Linux、Windows では、仮想環境に入るコマンドが異なります。ライブラリをインストールするためのファイルを作成します。開発で必要なライブラリを記載します。pip コマンドでライブラリをインストールします。MySite という名前で、プロジェクトを作成します。アカウンツという名前で、アプリケーションを作成します。Django の設定をしていきます。各モジュールをインポートします。環境変数を取得する設定をします。アロードホスツを修正します。本番環境では、ホスト名を指定してください。インストールドアップスに追加します。ミドルウェアに追加します。コルスの設定をします。本番環境では、ドメイン名を指定してください。データベースを設定します。本番環境では、PostgreSQL を使用するようにしてください。言語とタイムゾーンを設定します。静的ファイルの設定をします。メディアファイルの設定をします。画像はクラウディナリーにアップロードするようにします。クラウディナリーの設定をします。メールの送信設定をします。レストフレームワークの設定をします。JWT の設定をします。トークンの有効期限は、それぞれのプロジェクトに合わせてください。JOSR の設定をします。JOSR は、Django 用の認証ライブラリで、サインアップ、ログイン、パスワード再設定など、一般的な認証機能を簡単に実装することができます。これにより、認証機能を構築する開発時間を短縮して、セキュリティを強化することができます。細かい設定方法は、公式ドキュメントを参考にしてください。ユーザーモデルとサイトの設定をします。
画像のアップロードはクラウディナリーを使用しますので、アカウントを作成して、クラウドネームと API キー、API シークレットを取得してください。.env ファイルを作成します。各環境変数を設定します。E メールホストパスワードは Google アカウントのアプリパスワードを設定してください。Gmail を使用する設定になっていますので、他のメールサービスを使用する場合は、E メールホストを変更してください。モデルを作成していきます。必要なモジュールをインポートします。ユーザーマネージャークラスを作成します。通常のユーザーとスーパーユーザーを作成するときの関数を作成しています。ユーザーアカウントクラスを作成します。UID、メールアドレス、名前、プロフィール画像、自己紹介、更新日、作成日を設定します。ユーザーが作成された後に UID を生成する関数を作成します。ユーザーアカウントを管理画面で操作できるようにしていきます。必要なモジュールをインポートします。ユーザーアドミンカスタムクラスを作成して、管理画面で表示する項目を設定します。モデルを作成したので、データベースの構築が必要になります。Make Migration、マイグレートコマンドでデータベースを構築します。スーパーユーザーを作成します。URL を設定していきます。プロジェクト用の URL を設定します。認証機能の JOSR ライブラリを使用しているので、JOSR の URL を設定しています。アプリケーション用の URL を作成します。ユーザー詳細を取得する URL を設定します。シリアライザーを作成していきます。シリアライザーは、モデルインスタンスやクエリセットを JSON フォーマットに変換し、API を通じて外部システムと通信できるようにします。データのバリデーションとデシリアライゼーションもサポートしているので、フロントエンドとバックエンド間でデータを効率的に受け渡すことができます。ユーザー情報のシリアライザーを作成します。UID は読み取り専用に設定します。アバターは、ベース64でエンコードされた画像を受け入れるカスタムフィールドを設定します。この設定をすることで、JSON フォーマットでデータを受け渡すことができます。マイサイトフォルダに、Utils フォルダを作成します。ベース64でエンコードされた画像データを処理する関数を作成します。これで、ベース64形式の画像を扱えるようになりました。ビューを作成していきます。ユーザーの詳細を取得するビューを作成します。レトリーブ API ビューを継承し、ユーザーモデルに基づくデータの取得とシリアライズを行います。ユーザーモデルをクエリーセットに設定し、ユーザーシリアライザーを使ってデータを適切なフォーマットに変換しています。パーミッションクラスに AllowAny を設定することで、認証されていないユーザーもアクセスできるようにしています。また、ルックアップフィールドは URL からユーザーを特定するためのフィールドを指定します。メール送信機能を作成していきます。必要なモジュールをインポートします。E メールマネージャークラスは、メールの基本的な設定を行い、様々なタイプのメールを送信するための基盤を提供します。アカウント本登録用のメールを送信する関数を作成します。アカウント本登録完了用のメールを送信する関数を作成します。パスワード再設定用のメールを送信する関数を作成します。パスワード再設定完了用のメールを送信する関数を作成します。
メールのテンプレートを作成していきます。アカウント本登録用のメールのテンプレートを作成します。サブジェクトとテキストボディブロックを定義し、メールの件名と本文を指定します。メールの種類ごとにカスタマイズすることができるので、受信者に適切な情報と指示を提供します。アカウント本登録用のメールには、本登録用のリンクを記載します。アカウント本登録完了用のメールのテンプレートを作成します。パスワード再設定用のメールのテンプレートを作成します。パスワード再設定用のメールには、パスワード再設定用のリンクを記載します。パスワード再設定完了用のメールのテンプレートを作成します。動作を確認するので、サーバーを起動します。URL に直接入力して、アドミン画面に遷移します。スーパーユーザーのメールアドレスとパスワードを入力してログインします。ユーザーアカウントが作成されていることを確認します。以上で、Django の構築は完了です。次は Next.js を構築して、Django で構築した API をコールしていきます。Next.js のプロジェクトを作成します。フロントエンドフォルダを作成します。フロントエンドフォルダに移動します。Create Next App コマンドで Next.js を構築します。各ライブラリをインストールします。UI は ShadowCN を使用していきますので、インストールします。インストールすると、既存のファイルが修正されたり追加されたりするので、最初にインストールしておくことをお勧めします。今回使用する UI コンポーネントをまとめてインストールします。チュートリアルのバージョンは、こちらのバージョンを使用しています。最新バージョンで動かない場合もありますので、チュートリアルのバージョンに合わせるようにしてください。バージョンを手動で変更して、npmi を実行するとバージョンが変更されます。メインページを修正していきます。一旦テキストを表示するだけにします。レイアウトを修正していきます。メタデータを修正します。ナビゲーションコンポーネントをインポートします。ナビゲーションとフッターを追加します。ナビゲーションコンポーネントを作成します。トップページへのリンクを作成します。動作を確認します。トップページが表示されることを確認します。データを取得中に表示されるローディング画面を作成します。エラーが発生した場合に表示されるエラー画面を作成します。データが存在しないときに表示する画面を作成します。
環境変数を設定します。OpenSSL コマンドでランダムな文字列を生成します。生成した文字列を NextOS に設定します。JWT を暗号化し、トークンをハッシュ化するために使用します。NextOS URL には Next.js の URL を設定します。API URL には Django の URL を設定します。NextOS の API ルートを作成します。NextOS 関数に設定オプションを渡すことで、認証ハンドラを作成し、GET と POST のリクエストを処理します。lib フォルダに NextOS ファイルを作成します。NextOS の設定を行います。必要なモジュールをインポートします。型を定義します。Django の API を呼び出す共通の関数を作成します。共通化することで、API の URL やエラーハンドリングのロジックを変更した際など、コードを修正する箇所を減らすことができます。アクセストークンを検証する関数を作成します。アクセストークンを送信して、アクセストークンが有効かどうかを確認します。アクセストークンを更新する関数を作成します。リフレッシュトークンを送信して、アクセストークンを取得します。ユーザー情報を取得する関数を作成します。メールアドレスとパスワードを送信し、アクセストークンを取得して、ユーザー情報を取得します。NextOS の設定を行います。メールアドレスで認証するために、クレデンシャルスプロバイダーを使用します。ログイン画面でメールアドレスとパスワードを入力して送信すると、オーソライズ関数が呼び出され、ユーザー情報を取得します。セッションを設定します。シークレットを設定します。コールバックスを設定します。JWT 関数は、Verify アクセストークン関数でアクセストークンを検証し、有効であればトークンをそのまま返します。無効であれば、リフレッシュアクセストークン関数を呼び出し、アクセストークンを更新します。セッション関数は、セッションにアクセストークンを追加します。認証情報を取得する関数を作成します。Get サーバーセッション関数で、セッション情報を取得します。セッション情報からアクセストークンを取得して、ユーザー情報を取得します。ユーザー情報とアクセストークンを返します。プロバイダーズフォルダを作成します。認証プロバイダーを作成します。トーストプロバイダーを作成します。ナビゲーションにメニューを追加していきます。レイアウトを開いて、各モジュールをインポートします。認証情報を取得する関数をコールします。Async を使用するように変更します。認証プロバイダーを追加します。ナビゲーションにユーザー情報を渡します。
トーストプロバイダーを追加します。ナビゲーションを修正していきます。各モジュールをインポートします。引数にユーザー情報を追加します。ユーザー情報が存在する場合は、ユーザーナビゲーションを表示します。ユーザー情報が存在しない場合は、ログインと新規登録ボタンを表示します。ユーザーナビゲーションを作成していきます。各モジュールをインポートします。ユーザーナビゲーション関数を作成します。ShadowCN のドロップダウンメニューを使用すると、簡単にドロップダウンメニューが作成できます。ユーザーナビゲーションには、名前、メールアドレス、新規投稿、アカウント設定、ログアウトボタンを表示します。ログアウトは、NEXTOAuth のサインアウト関数をコールすると、ログアウトすることができます。アバター画像のデフォルト画像をパブリックフォルダに格納します。動作を確認します。ナビゲーションにログインと新規登録ボタンが表示されています。アカウント仮登録機能を実装していきます。サインアップフォルダを作成します。必要なモジュールをインポートします。サインアップページ関数を作成します。認証情報を取得して、認証している場合は、トップページにリダイレクトします。サインアップコンポーネントを作成します。必要なモジュールをインポートします。名前、メールアドレス、パスワードの入力データの検証ルールを定義します。サインアップ関数を作成します。ユーズフォームを使用して、フォームの状態を管理します。アカウント作成ボタンをクリックすると、オンサブミット関数が呼び出されます。テンポラリーサインアップ関数をコールして、アカウントの仮登録を行います。API のレスポンスが失敗した場合は、エラーメッセージを表示します。成功した場合は、仮登録完了の画面を表示します。アカウント仮登録の画面を作成していきます。仮登録が完了したら、仮登録完了の画面を表示します。名前、メールアドレス、パスワードを入力するフォームを作成していきます。アクションズフォルダを作成します。ここでは、サーバーアクションズを使用していきます。サーバーアクションズは、
クライアント側でのデータ処理や状態管理をサーバー側で行うための機能です。これにより、通常クライアント側で必要だった複雑なデータ処理や状態管理をサーバー上で完結させ、クライアント側のコードをシンプルに保つことができます。例えば、フォームの送信やデータベースの更新などをサーバー側で直接処理することで、ブラウザで JavaScript が無効になっていても機能します。サーバーアクションズは、先頭にユーズサーバーと記述する必要があります。アカウント仮登録の API を作成していきます。Django のエンドポイントにアカウント仮登録のリクエストを送信します。動作を確認します。新規登録画面で名前、メールアドレス、パスワードを入力してアカウント作成ボタンをクリックします。アカウントを作成すると仮登録完了の画面が表示されます。Django のターミナルを確認します。ターミナルにアカウント本登録用のメールが出力されていることを確認します。アカウント本登録機能を実装していきます。サインアップフォルダに UID とトークンのフォルダを作成します。必要なモジュールをインポートします。コンプリートサインアップページ関数を作成します。動的ルーティングから UID とトークンを取得します。認証情報を取得して認証している場合はトップページにリダイレクトします。コンプリートサインアップ関数をコールしてアカウント本登録を行います。アカウント本登録に成功した場合、本登録完了と表示します。アカウント本登録に失敗した場合、本登録失敗と表示します。アカウント本登録 API を作成していきます。Django のエンドポイントにアカウント本登録のリクエストを送信します。動作を確認します。Django のターミナルに記載されている URL にアクセスします。アカウント本登録に成功すると、本登録完了と表示されていることを確認します。Django のターミナルにアカウント本登録完了のメールが表示されていることを確認します。ログイン機能を実装していきます。ログインフォルダを作成します。必要なモジュールをインポートします。ログインページ関数を作成します。認証情報を取得して、すでに認証している場合は、トップページにリダイレクトします。ログインコンポーネントを作成します。必要なモジュールをインポートします。メールアドレス、パスワードの入力データの検証ルールを定義します。ログイン関数を作成します。ユーズフォームを使用して、フォームの状態を管理します。ログインボタンをクリックすると、オンサブミット関数がコールされます。NEXTOUS のサインイン関数をコールして、ログインします。ログインに失敗したら、エラーメッセージを表示します。ログインに成功したら、トップページにリダイレクトします。メールアドレス、パスワードを入力するログイン画面を作成していきます。
動作を確認します。メールアドレスとパスワードを入力して、ログインボタンをクリックします。ログインに成功すると、トップページにリダイレクトして、デフォルトのアバターアイコンが表示されます。ログアウトボタンをクリックして、ログアウトできることも確認します。パスワード再設定機能を実装していきます。リセットパスワードフォルダを作成します。必要なモジュールをインポートします。Forgot パスワードページ関数を作成します。認証情報を取得し、すでに認証している場合は、トップページにリダイレクトします。パスワード再設定コンポーネントを作成します。必要なモジュールをインポートします。メールアドレスの入力データの検証ルールを定義します。Forgot パスワード関数を作成します。ユーズフォームを使用して、フォームの状態を管理します。送信ボタンをクリックすると、オンサブミット関数がコールされます。Forgot パスワード関数を実行して、パスワード再設定を行います。パスワード再設定に失敗した場合は、エラーメッセージを表示します。パスワード再設定に成功した場合は、パスワード再設定メール送信と表示します。パスワード再設定画面を作成していきます。パスワード再設定が完了したら、パスワード再設定メール送信と表示します。メールアドレスを入力するフォームを作成していきます。パスワード再設定 API を作成します。Django のエンドポイントに、パスワード再設定のリクエストを送信します。動作を確認します。パスワード再設定画面に遷移します。メールアドレスを入力して、送信ボタンをクリックします。パスワード再設定に成功すると、パスワード再設定メール送信と表示されていることを確認します。Django のターミナルに、パスワード再設定用のメールが出力されていることを確認します。パスワード再設定確認機能を実装していきます。リセットパスワードフォルダに UID とトークンのフォルダを作成します。必要なモジュールをインポートします。リセットパスワードページ関数を作成します。動的ルーティングから UID とトークンを取得します。認証情報を取得し、すでに認証している場合は、トップページにリダイレクトします。リセットパスワードコンポーネントを作成します。必要なモジュールをインポートします。新しいパスワードと確認用のパスワードの入力データの検証ルールを定義します。リセットパスワード関数を作成します。ユーズフォームを使用して、フォームの状態を管理します。送信ボタンをクリックすると、オンサブミット関数がコールされます。リセットパスワード関数を実行して、パスワード再設定を行います。パスワード再設定に失敗した場合は、エラーメッセージを表示します。パスワード再設定に成功した場合は、パスワード再設定完了と表示します。
パスワード再設定画面を作成していきます。パスワード再設定が完了したら、パスワード再設定完了と表示します。新しいパスワードと確認用のパスワードを入力するフォームを作成していきます。パスワード再設定確認 API を作成します。Django のエンドポイントにパスワード再設定確認のリクエストを送信します。動作を確認します。Django のターミナルに表示された URL をクリックして、パスワード再設定確認画面に遷移します。新しいパスワードと確認用のパスワードを入力して、送信ボタンをクリックします。パスワード再設定に成功すると、パスワード再設定完了と表示されます。新しいパスワードでログインできるか確認してみましょう。これでパスワードを再設定することができました。ユーザー詳細表示機能を実装していきます。ユーザーフォルダとユーザー ID フォルダを作成します。必要なモジュールをインポートします。ユーザーディテールページ関数を作成します。動的ルーティングからユーザー ID を取得します。Get ユーザーディテール関数をコールして、ユーザー情報を取得します。ユーザーが存在しない場合は、ユーザーは存在しませんと表示します。ユーザー詳細取得 API を作成します。Django のエンドポイントに、ユーザー詳細取得のリクエストを送信します。キャッシュをノーストアを指定して、キャッシュを無効化します。サーバーサイドのフェッチリクエストで、リソースが毎回リモートサーバーから取得されることを保証します。キャッシュをチェックせず、またダウンロードされたリソースでキャッシュを更新しないため、最新のデータが必要な場合に特に役立ちます。詳しくは、公式ドキュメントを参考にしてください。ユーザー詳細コンポーネントを作成します。必要なモジュールをインポートします。ユーザーディテール関数を作成します。取得したユーザー情報を表示します。動作を確認します。ユーザーナビゲーションからユーザー詳細画面に遷移します。アバター画像、名前が表示されていることを確認します。自己紹介があれば、自己紹介も表示されます。プロフィールを編集する機能を実装していきます。セッティングスフォルダを作成します。プロフィール編集はアカウント設定画面で行います。アカウント設定画面はサイドバーとメインコンテンツのレイアウトになっているので、レイアウトファイルを作成します。必要なモジュールをインポートします。セッティングスレイアウト関数を作成します。サイドナビゲーションコンポーネントを作成します。必要なモジュールをインポートします。
サイドナビゲーションのリンクを定義します。サイドナブ関数を作成して、サイドナビゲーションを表示します。プロフィール編集画面を作成していきます。必要なモジュールをインポートします。プロフィールページ関数を作成します。認証情報を取得し、認証していない場合は、ログインページにリダイレクトします。プロフィールコンポーネントを作成します。必要なモジュールをインポートします。名前、自己紹介の入力データの検証ルールを定義します。プロフィール関数を作成します。ユーズステートでアバターのデフォルト画像を設定します。ユーズフォームを使用してフォームの状態を管理します。変更ボタンをクリックしたらオンサブミット関数がコールされます。画像をアップロードするとベース64形式の文字列が設定されます。アップデートユーザー関数を呼び出してプロフィールを編集します。プロフィール編集に失敗したらエラーメッセージを表示します。プロフィール編集に成功したらトーストを表示してキャッシュをクリアします。画像をアップロードするとオンチェンジイメージ関数がコールされます。ファイルサイズのチェックを行いベース64の文字列を設定します。2MB を超える画像はアップロードできないようにします。プロフィール編集画面を作成していきます。アバター画像、名前、自己紹介を変更するフォームを作成していきます。プロフィール編集 API を作成します。Django のエンドポイントにプロフィール編集のリクエストを送信します。NextConfig を修正します。クラウディナリーの画像を表示できるようにします。サーバー側で受け取るリクエストの最大サイズを設定します。今回は最大 2MB までのリクエストを受け取れるようにします。動作を確認します。NextConfig を修正した場合はサーバーをリスタートしておきます。アカウント設定からプロフィール編集画面に遷移します。アバター画像、名前、自己紹介を変更して変更ボタンをクリックします。プロフィール画面に遷移するとプロフィールが変更されていることが確認できます。パスワード変更機能を実装していきます。セッティングスフォルダにパスワードフォルダを作成します。必要なモジュールをインポートします。パスワードページ関数を作成します。認証情報を取得し、認証していない場合は、ログインページにリダイレクトします。
パスワード変更コンポーネントを作成します。必要なモジュールをインポートします。現在のパスワード、新しいパスワード、確認用のパスワードの入力データの検証ルールを定義します。パスワード関数を作成します。ユーズフォームを使用して、フォームの状態を管理します。変更ボタンをクリックしたら、オンサブミット関数がコールされます。アップデートパスワード関数を実行して、パスワードを変更します。パスワード変更に失敗したら、エラーメッセージを表示します。パスワード変更に成功したら、トーストを表示して、フォームとキャッシュをクリアします。現在のパスワード、新しいパスワード、確認用のパスワードを入力するフォームを作成していきます。パスワード変更 API を作成します。Django のエンドポイントにパスワード変更のリクエストを送信します。動作を確認します。アカウント設定からパスワード変更画面に遷移します。現在のパスワード、新しいパスワード、確認用のパスワードを入力して変更ボタンをクリックします。パスワード変更に成功するとトーストが表示されてフォームがクリアされていることを確認します。新しいパスワードでログインできるか確認します。最後に、サーバーアクションズの API リクエスト部分をリファクタリングします。API リクエストを共通化するために、Fetch API 関数を作成します。コードの重複が減少し、メンテナンスが容易になります。API の URL やエラーハンドリングのロジックを変更する場合にも、1箇所の変更で済むようになります。アカウント仮登録関数を Fetch API 関数をコールするように修正します。アカウント本登録関数を修正します。パスワード再設定関数を修正します。パスワード再設定確認関数を修正します。ユーザー詳細取得関数を修正します。プロフィール編集関数を修正します。パスワード変更関数を修正します。以上で、Next.js と Django REST フレームワークを使用した認証システム構築は終了です。ログイン、サインアップ、ログアウト、パスワード再設定、プロフィール表示、プロフィール編集、パスワード変更の基本的な認証機能を実装することができました。Next.js の柔軟性と Django の堅牢なバックエンド機能の組み合わせは、
現代のウェブ開発において非常に強力です。この組み合わせにより、セキュアでスケーラブル、かつ高速なアプリケーションを構築することができます。次のステップは、これらの認証機能をベースとして、ブログシステムを構築していきましょう。今回習得したスキルを実践の場でさらに深める絶好の機会となります。また、今回学んだ技術は、あらゆる Web アプリケーションに応用可能です。実際のプロジェクトに、これらの知識を活かしていただきたいと思います。新たな挑戦を通じて、あなたの Web 開発スキルがさらに高まることを心から願っています。講座のソースコードは、LINE 登録すると、ダウンロードできるようになっています。他の講座のソースコードも簡単にダウンロードできます。最新情報も届きますので、ぜひお友達登録をお願いします。チュートリアルは全でも解説していますので、参考にしてください。概要欄に貼り付けておきます。Q&A サイトを公開しましたので、講座の不明点や個人開発の疑問点など、何でもご質問ください。会員登録しておくと、新着の講座情報が届きます。もし参考になったら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。